2020年10月15日、5チャンネルにこんなスレが立った。派遣の工場勤務して5日目だけどもう辞めたい。早速スレを見ていこう。地獄すぎて草。フルタイムで残業も入らなあかん。ちなみに糸上がりや、期間工みたいなやつ ?3 ヶ月ごとに契約更新らしい。頭使いすぎるのも辛いが使わなすぎるのも辛いわな。ガチの奴隷やデッドじゃなくてもええ。何やってんの？詳細教えて。荷物を箱に詰めたり流れてくるのを運んでパレットの上に積み上げたりひたすらそれの繰り返し。人足りてなくてずっとバタバタ早動き。大変そう。ニート上がりでそんなんよく5日も務まってるな。腰きつけてね。腰もそうだけど手の指の関節が痛すぎて曲がらん。今日も仕事や。腱鞘炎。バネ指がカクッカクって動くようになる。草。それ倉庫の仕事やん。確かに工場っていうか倉庫やな。近くでフォーク走ってるだろ。派遣なら残業は蹴って帰れると思うけど。これ1日やるの？ 1 日やな8時半5時だけどほぼみんな毎日残業してる状態。Y は入って数日だから今週は定時で帰っていいよって言われた。いつまで残業してるんや？仕事して晩飯と風呂入ったらもう寝なきゃいけない日々か？今は7時までらしい時期によって変わる。正直ニート上がりからしたらフルタイムで働くのですら地獄なのにそこから残業とかありえん。なんだ普通の工場じゃん。本当に頭使わねえの？レジ閉めまくる、余裕ほぼなしって聞いてる内容からすると割と辛そうなんだけど。やめるなバカ。働け。やめます。まあでもニート上がりだと体が慣れてないからね。しばらく我慢してやってると体が慣れて楽になるかも。9時間も10時間も働きたくねえな新聞配達でもやろうかな。工場や倉庫の派遣で働くぐらいなら将来は暇そうな接客業でもしなよ。あんまり混まないホームセンとか穴場見つけて。それいいかもね。長時間が無理なんよな。せめて4、5時間ぐらい。まあ給料日まで我慢やな。仕事してる時間よりも休憩時間の方が辛そう。ずっとバタバタやぞ休憩は昼飯だけ。バイトレとかの単発もどきじゃあかんの。すれ立てたはいいけど何も喋らんやん。よっぽど疲れとんのか。レス遅いんやすまん。ニートしてた期間にもよるけどいきなりフルタイムはきついんちゃう。単発とか短時間で探せばよかったのに。いくらもらえるの？っていうか派遣の工場って常に人足りてなくて激務なイメージやわ。大手の機関工の方がまだマシそう。機関工の方が辛いのでは？倉庫は確かにきついのかもしれんけど女性も一定数いたりする。全然人足りてないな本来なら2人でするところを1人でやるような感じ。マジで忙しい。運動してないと腰と足死ぬよな。仕事内容的に一番きつい部類の仕事やん。なんで選んだんや。派遣の求人見てえなと思って行ったら地獄だった。毎週土日休みって書いてたし楽々簡単軽作業で女性向けの仕事とも書かれてたし。勤務時間は選べると聞いてた。でも女ババアはたくさんいたやろ？いるよ。シニア世代のババア体力ありすぎやろ。なんであんな動けるんやろ。一言で言うと慣れや。ずっとやってると物持つ時の重心の取り方とか上手くなるから疲れにくくなる。下手だと重心ブレッブレで余計な力使うから疲れる。体中バキバキや慣れても嫌だけど。これで軽作業に分類されるんやろ。ワイもニートから山パンのバイトやったら、1日目で死ぬかと思ったわ。さっさと辞めて次の仕事探した方がいいぞ。田舎だからいいのが全然ないんや。工場ぐらいしかない全部フルタイム。コンビニとかもないん。コンビニは学生の頃やったけど無理だった。店長怖くて2日で逃げた。給料次第や。ニートから継続勤務とか自殺行為や。単発日雇いで少しずつ体制上げないと耐えられなくてバックレマンになる未来しか見えない。工場ってマジ適性ないと無理やろ。ワイは体力ないから体力仕事無理や。地獄やで。次の仕事見つけるにも職歴必要だろうからある程度は付き合ってもいいかもしれんけど、当然一生付き合うような仕事じゃないから適度に見切りつけて次に繋げた方が良さそう。派遣に職歴なんかいるわけないだろ。さっさと辞めて次紹介してもらうべき。次も派遣ならどこでも使ってもらえるだろうけどニート歴あるなら期間にもよるだろうけどまず働いてますの実績欲しいんじゃね。俺の体験談やけど過去コンビニのバイトすら受からなかったから派遣で職歴作ってそこから使ってもらえるようになったわ。きつさに見合わないクソ賃金なら辞めちまうのは全然ありだけどな。単発のバイトからやれよ。アホか。なんでそんな仕事してんの？どうせ派遣なんだからやめればいいのに。軽快な動きが求められる重作業。ワイも昔派遣でライン工やってたけど単調すぎて気が狂いそうになって3ヶ月で止めたわ。そういう学歴関係なしみたいな簡単な仕事そこ資格が必須やろ。フォークリフトとかの資格取るだけでだいぶ肉体的には楽な仕事できるようになるんちゃうか。リフトの資格高校で取ったから一応持ってる。乗れないけど、単発のバイトって少なくないか？一致は何歳や？それによる。年齢は ?21 や。マジでこういう単純作業って適性いるからな。向いてないやつやると地獄や。
単純作業はマジで苦痛やね。 1時間経ったと思ったら15分でしたみたいな。派遣会社も当たり外れあるからな。ワイも派遣屋がそんな辛いとこ当たったことないぞ。腰ありそう。コンビニでええんちゃう。一致の仕事終わりのマルンチン嗅がせてよ。ワイも単発で箱をひたすらパレットに置く仕事やっとったまあ地獄やったわ。ワイもニート上がりで期間工入ったけど1日目でいきなり現場投入されるなんてことないやろ。最初の1週間くらい模擬作業場みたいな場所で作業を覚えるまで訓練させられたで。ある程度慣れてきたら現場や。それでもきついもんはきつかったけど。そんな奴隷労働やめてデザイナーやろうぜ。ポチポチチラシやら作ってるだけで月50万はいくぜ。倉庫とかだと作業の辛さとかもあるけどカスみたいな現場支持者とある程度折り合いつけて生きていかないといけないのがゴミ。てめえのミス俺のせいにされた挙句謝罪もせんカスと同じ現場だった時マジで地獄だった。お前みたいな舐められるタイプはどこ行ってもいじめられるよ。あの頃とはちゃうからな。もう今は派遣の分際で倉庫仕切ってる程度ででかい面してるカスごときが俺のこと舐めることはできねえよ。体バキバキになる系作業を女性にやらせなきゃいけない旦那にはなりたくねえな。でもムキムキになれるやん。プロテイン飲んどけよ。工場で班長やっとるわ。頑張りや。時給は？こういう工場の社員って性格終わってるよな。バイトを奴隷扱いする。全員顔死んでるわ。ワイもニートから1年発起して期間工やりだした頃は毎日ヘトヘトやった。仕事もろくにできんからキレ散らかされるし散々やったわ。切れるとかあるんだ。でも期間工給料いいでしょ。ガチガチの組み立てラインやったからみんな余裕がないんや。給料は誰でも入れる仕事にしてはまあまあやね高いとこはべらぼうにもらえる。今はどうなったの？期間内だけ頑張ってやめたらええやろ。それか欲しいだけ稼ぐかやな。夜間警備の方が楽やぞ。現場早く終わっても日給変わらんし。ニート上がりでいきなり残業あり派遣はきついやろ。単発バイトやれ。今回のスレはここで終わってしまいました。皆さんはどう思いましたか？今回の話に共感した方はぜひ、コメントよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が良ければ高評価と、チャンネル登録よろしくお願いします。